8月17日に加藤から再販されたゆったりやくもの6両セット購入してしまいました。本日午前中に届けられました。早速開けてみたいと思います。おー、なんかこうすごくいい色なんですよね。古代日本の神話の国の赤みたいに感じます。はい、電吉クラブです。本日もご視聴ありがとうございます。加藤のゆったりやくもをようやく手に入れることができました。電吉コレクションに加えるためのリアル化ですが、今回は最後の方で少しエアブラシを使いますが、ほとんど筆差しと墨入れカラーだけで仕上げます。どうぞ最後までお付き合いください。引用連絡特急やくもは1972年に山陽新幹線が岡山まで開業した時に、岡山と米子、松江、出雲市、浜田を結ぶ強力エンジンのキハ181系によるディーゼル特急としてデビューし、食堂車付き6両から10両編成で出雲市岡山間を3時間40分で結びました。新幹線が岡山まで伸びる前のやくもは、新大阪から福知山線経由で山陰本線入りして浜田まで向かう特急で、キハ82で運転されていました。やくもが電車に変わったのは10年後の1982年に伯備線と山陰線の西出雲までが電化された時で、カーブが多い伯備線を少しでも高速で駆け抜けるために、世界で初めての技術となった振り子式特急電車381系が投入され、岡山出雲市間は3時間15分に縮まりました。ちょっと酔いやすいのも事実でしたが、カーブで車体を内側に倒しながら高速で通過していく姿は圧巻でした。その後スーパーやくもと呼ばれた薄紫色のカラーリングを経て、2010年頃より現在の塗装に変わっています。これは伯耆大山が完成した時の白と出雲大社の巫女の赤をイメージした神話の国を走る特急にふさわしいカラーリングになりました。私事ですが、僕は1999年に今のかみさんと地元相模の出雲大社で結婚式をしたので、どうしても出雲大社には思い入れがあります。2018年、会社を定年した記念に家族3人で出雲大社へお礼の旅をした時の写真を見ていただいていますが、その時に泊まった月夜のうさぎというホテルが素晴らしくて、娘とかみさんはどうしてもまた行きたいんだそうで、そうなると僕はサンライズ出雲とゆったりやくもで鉄分補給できそうです。そうそう、松本清張の砂の器の舞台になった木杉線の亀岳にも行ってみたいな。尾形健夫婦とそれに愛されながらも家を飛び出した本浦秀夫少年をスデオースデオー必死に探す三木巡査。大好きな映画の舞台となった奥出雲の山頂の地にも足を踏み入れてみたいなと思っているんです。それでは模型紹介に戻りましょう。こちらは黒380、かつての中間車サロ381を改造したグリーン車で、客席から全面展望が楽しめます。こちらがパンタグラフ付きの中間電動車でモハ380です。パンタのない動力車モハ381とユニットを組みます。こちらトイレ付きになっています。381系の特徴は屋根上ですね。ご覧のようにパンタグラフと最低限のベンチレーター以外何もありません。ここに床下型のクーラーを備えています。振り子機能を生かすために重心を少しでも下げる工夫だったんです。こちらは今のモハ380とユニットを組む
モハ381です。やはりクーラーを床下に積んでいるので、屋根上がすっきりしているのがこの系列の特徴です。そしてもう1ユニット動力車がありますが、ここは3倍速でご覧ください。ただし模型ではこのモハ381がモーター車になっているようです。そして最後はクハ381で運転台が高いところにある当時人気の583系や485系200番台のデザインが採用されました。もともとシナノで登場した時には貫通扉がありましたが、黒潮ヤクモが増備される時には貫通扉のない100番台となっています。それでは動力ユニットの走行テストをしてみましょう。今までは右側にある古いトミックスのパワーユニットを使っていましたが、低速でのスピードコントロールが効きませんでしたので、余剰になった加藤のパワーパックスタンダード S に交換することにしました。ところがうちではレールがトミックスのファイントラックなので、加藤の電源ケーブルとトミックスの DC フィーダーをつなぎ合わせなければなりません。近くのホームセンターで接続端子を買ってきたので、この機械に接続加工をやってしまいました。では走行テストです。さすがに加藤の動力は滑らかにスローが効いて最高です。これなら十分に満足できます。多くの N ゲージャーが N ゲージにはよりリアルな走り出しを求めているので、その点で加藤の動力車は昔から安定しているんです。電圧ハンドルをゆっくり回して走り出しを確認しています。押村区はヘッドライトの点灯と同時に走り出してしまうところでしょうか。贅沢な悩みですね。さあ、ここから電吉コレクション仕様にリアル化していきますが、まず屋根の色。屋根色のグレーはちょっと薄い気がしますけど、でもボディの色と屋根の色がいいバランスなので、加藤が塗っているこの色をそのまま活かしたいと思います。それでいて少し埃をかぶったような表現にしたいので、タミヤスミーレブラウンで全体をウォッシングして、それからパンタグラフですけど、いつものようにクレオスのナンバー32の軍艦色 ② で塗って、でここの配管のところはスミーレブラックを流したいと思います。ベンチレーターはロイヤルライトグレーがいいですかね。こういう通風口の部分にはやはりタミヤのスミーレブラックを流してやれば立体的でリアルに見えると思います。それからここの行き先は出雲紙を貼って、パンタ周りにはエアブラシで軽くウェザリングをかけましょう。それからこちらとこちらの先頭車スカート周りにも軽くエアブラシでウェザリングしたいと思います。いつも見ていただいている工程なので、少し早送りでお送りしたいと思います。その前に同じ381系つながりで中央再生にデビューしたばかりのシナノと比較してみましょう。セットは5両用の小箱が2つで構成されていたので、これ箱は入れ替えてあります。ですがレジェンドコレクションのイメージはこうしてスリーブに貼り付けてあります。当時は10両用ウレタンがまだなかった時代なので、いつものように12両用に仕切ってあるので中がスカスカしていますね。はい、これ屋根上がギンギラギンで僕にはおもちゃのように見えてしまって嫌だなぁと思っていました。そこで屋根を外してスミーレブラウンでウォッシングしたらどうですか？ほら、ちょっと渋い銀になりました。いい感じになったと思っています。ですから今回のヤクモもこんな感じにウォッシングをかけて屋根上を落ち着かせたいと思います。はい、登場時の381系シナノ並べてみました。今回のヤクモと違ってデビュー時には顔に貫通扉があったんです。
ヤクモの戦闘車の黒380ですが、先ほどのシナノのサロ381を改造しています。ここの辺は一緒ですよね。ここの窓を一つの半分を埋めて、ここに運転台をつけたんですね。これヤクモの場合ですが、これに対して JR 東海のシナノにもパノラマグリーン車が誕生するんですが、こちらではなくて、その時はこちら側に運転台を作って乗降扉をこの辺につけたんです。改造車って面白いですよね。 JR 東海と JR 西日本で同じパノラマグリーン車でも作りが全然違うんですから、マニアの方はきっと両方とも買っちゃうんでしょうね。これいつも使っている塗装ジグですが、実は 5mm 厚のスチレンボードを3枚重ねて貼り合わせたものなんです。それだけのものです。で、ここはちょっとグラグラしないように合成ゴム系接着剤で留めてあります。このサイズは今やらなくなりましたけど、昔はよく車両キットを作ったので、17メートル級の車両の塗装ができる寸法にしてあります。で、今日はパンタグラフを塗装するので、ここにこんな風に両面テープを貼ってあります。それではパンタグラフを塗っていきましょう。まずパンタグラフを屋根から外します。僕はいつもこのようにピンセットの先をパンタ下に入れて、テコの原理でこじって外します。パンタグラフの塗装は野外で両手を使うので、今まで撮影できませんでしたが、今日はかみさんが撮影してくれました。軍艦色丸2に塗ったら、次に外紙部分に白を筆差しします。サイドからと上から白が入るとかっこいいですよね。そして最後はシューの部分にゴールドを塗って完成です。僕は簡単にペイントマーカーで済ませています。そうしたら屋根を墨入れブラウンでウォッシングするために車体から外します。この時ベンチレーターや開い機なども外しておくと便利です。映像は5倍速でお送りしていますが、分解は部品の爪を折らないように慎重に進めます。外した部品の一時保管用に小皿等を使うといいですね。屋根上をウォッシングする前に2両あるパンタ車の配管とクハ381の列車無線アンテナの配管に墨入れブラックを流します。墨入れブラックで配管に陰影をつけてから屋根上をウォッシングする方がブラックとブラウンが優しく馴染んでくれる気がしたんです。配管に流した墨入れブラックが乾いたら、はみ出した部分をエナメル溶剤で拭き取っておきます。こんな感じに簡単に仕上げておきます。そうしたら屋根上のウォッシングです。墨入れブラウンを素早く塗るには、僕はこのような古い絵の具の筆を使っています。バシャバシャ塗って素早くキムワイプで拭き取る。こんな作業を繰り返していくと、ちょっと汚れが積もった感じのリアルな屋根上に変身します。僕この作業を今までは墨入れと呼んでいましたが、いただいたコメントにウォッシングとあったので、今後はウォッシングと呼ぶことにしました。最後にパンタ車の屋根ですが、配管に黒く墨入れがあるので、その部分には汚れたキムワイプで軽くポンポンと触れる程度にしてみました。エナメル溶剤なんですが、こういう風に筆を洗う専用のものと薄め液として使うきれいなものを分けておくことをお勧めします。次はベンチレーターなどタミヤのロイヤルライトグレーに塗る部品を塗装ジグの上に貼り付けます。はい、ロイヤルライトグレー、この色ですね。これに塗ってきました。次はここの通風口に墨入れブラックを流します。
通風口に墨入れブラックを流していますが、実はかなりひどくはみ出したりしたのですが、後で拭き取れるから全然平気です。ベンチレーターもこうして通風口の部分が黒くなると立体感が一層際立ってリアルに見えます。数も少ないのでサクッとやってしまいます。そして最後ははみ出した部分の修正と色の入りが悪かった部分に黒を追加して終わります。では塗り終えたベンチレーターを屋根に戻していきますが、再び組み上げる時の喜びってとても良いものです。ところで今回の381系ですが、クハの無線アンテナが別パーツでなくて屋根にモールドされています。ここはライトグレーに塗り分けましょう。それではクハと黒の無線アンテナを明快白色で塗り分けます。ここはエナメルカラーではないので慎重に面相筆で筆差しします。今度は平行です。軍艦色丸1で塗装して乾いたら屋根に戻します。平行は取り付け向きに注意します。そしたら最後にパンタグラフを戻します。最近のパンタグラフは4箇所の細い足で屋根に取り付けるので曲げないように気をつけます。すべての車両に屋根を戻したので、今度は室内灯を組み込みながら車体に戻していきたいと思います。それでは純正の室内灯クリアを取り出します。開封して取り付けていきたいと思います。早速1号車がグリーン車なので、間接照明のイメージで電球色っぽい色にしたいと思います。そのためカラーフィルターを使います。電球色の室内灯クリアよりオレンジ味が柔らかいので、僕は好んでこの組み合わせを使います。もちろん車種に応じて電球色クリアも使います。組み上がったら簡単に 006P 乾電池で通電テストを行います。はい、OK ですね。電吉クラブチャンネルは結構 N ゲージ初心者の方も見ていただいているので、5倍速ですが1両分通してご覧に入れますね。381系は導光板を屋根側に取り付けるタイプなので、一度寸法を確認して余分な導光板を折ってから屋根にはめ込んでいます。点灯確認 OK ですね。次はボディへの墨入れですが、381系はつま面に特徴的なジャンパー線があるので、そこに墨入れブラックを流しておきます。そうしたらエナメル溶剤を示した綿棒で下から上にぼかすように墨入れカラーを広げます。そうするといい感じになりますね。それからホロがグレーの車両では、ホロの折りたたんだ溝の中に墨入れブラックを流しておくと安っぽいプラスチック感が消えておすすめです。それではボディへの墨入れです。乗務員扉、乗客用の乗降扉、そして車体にある小さな点検蓋などに墨入れブラックを流します。完全に乾いてからいつものようにエナメル溶剤を湿らせた綿棒ではみ出た部分だけを軽く拭き取って終わります。それでは拭き取っているところを5倍速でご覧ください。そうしたら台車や床下への墨入れです。灰色床下の車両では 100% 墨入れをしますが、黒色床下の車両では省略することが多いんです。今回は迷いましたが、墨入れブラウン台車と
床下機器の側面だけに流すことにしました。それほど目立ちませんが、ご覧ください。次は屋根上のウェザリングです。電吉クラブ動画の中では、このエアブラシを使う部分だけをウェザリングと称していますが、屋根上のブラウンによるウォッシング、配管への墨入れ、車体やつま面床下への墨入れを含めて全部の作業がウェザリングです。いつも言っていることですが、パンタグラフ周囲へのエアブラシは実物写真では相当汚れていてもほどほどがきれいに汚すコツですよ。屋根上が終わったら今度はスカート周囲です。ここにエアブラシをするかしないかは好みの問題ですが、僕は軽く拭くようにしています。ここに拭く時のコツは、スカートの手前の新聞紙に吹きつけるようにすると、新聞紙に当たったエアが跳ねてスカートが軽く汚れる感じです。どうですか？スカート手前の新聞紙がどんどん着色されていく感じが見えるでしょうか？僕はこんな感じで作業をしています。最後にステッカーを貼って終了です。僕は出雲市行きを選びました。カッターは刃を折って新しい刃を使うことをお勧めします。はい、完成です。はい、できました。いつも思うんですが、買った状態って誰もが持っている製品ですが、こうやって一両一両に手を入れると、僕だけが持っているコレクションに変わります。そして勝手に大人のコレクションって呼んでいるんです。中古で売ろうとすると価値は大暴落なんでしょうけど。381系ゆったりやくも6両セット並べてみました。こちらから黒380、モハノユニットが2つ、クハ381です。屋根上がすっきりして車体下部が微妙に丸い381系の独特なフォルムに見せられます。こうなるとノーマル編成7両セットを買わなかったことが悔やまれます。4両編成から9両編成まで自由にヤクモを編成したいですね。最後にターンテーブルで形式紹介です。パノラマグリーン車の黒380とクハ381-100番台です。黒380で全面展望を楽しみながら岡山から出雲市まで通しで乗ってみたいですね。中国山地や沿線を流れる日野川の景観を楽しみながらの旅ができそうです。10年くらい前になりますが、仕事で安来から岡山まで八雲に乗ったことがあるんです。体調が万全じゃなかったのか、岡山に着いてしばらく調子が悪く、新幹線に乗り換えてから、俺八雲で酔ったんだと思いました。そのリベンジもしたいですね。こちらは中間のモハのユニットになります。パンタ付きがモハ380、パンタなしがモハ381になります。381系が酔いやすいのは自然振り子式なので、カーブに入ってから急に車体が傾いたり直線に戻った時にも振り戻しがあるからと言われていますが、最近の振り子特急は制御式振り子機構なので、コンピューターでカーブ前から車体を傾かせ始めて、カーブが終わる頃から徐々に傾きを直すのだそうで、日本の鉄道技術の凄さにはただただ驚かされるばかりですね。いかがでしたでしょうか。中古市場でプレミアがついていたゆったりやくもが再生産されたので、
購入してコレクション化してみました。本日の動画はこれで終わります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。最後に同じ381系でも T 君の黒潮の編成を見ながらお別れです。カラーリングの違いが楽しめますね。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。